二度死んだ、死の都ブルージュ。ブリュッセルから電車で約1時間。天井のない美術館と言われる、世界遺産のブルージュ歴史地区は、海から 15km も離れた内陸にある。大きな川が流れてるわけでもないのに、水の都として栄えた不思議な町だ。ブルージュの最初の詩。ブルージュは、城塞が起源の小さな町だった。12世紀。こののどかなブルージュの田舎町に、最初の悲劇は起こった。海から 15km も離れた、ブルージュの町であったが、大津波に襲われた。津波は町に、巨大な水の溝を残して去っていった。ブルージュの黄金時代と、二度目の死。津波による溝を利用し、北海へ出る運河を作り、ブルージュは急速に発展していった。14世紀から15世紀にかけて、ブルージュは黄金時代を迎える。イギリス、ドイツ、イタリア、スペイン、ポルトガルなどの商人が貿易を行い、ヨーロッパ最大級の港町となった。また、毛織物工業で繁栄し、ハンザ同盟にも加入していた。街並みは、ドラクエの世界そのもの。15世紀になると、運河や港には、砂が堆積してきたことで、徐々に船が侵入できなくなってきた。やがて、ブルージュの港は使われなくなり、貿易の中心はアントワープに移った。産業革命が世界で最初に起こった国は、イギリスであるのは知られている。そして、ベルギーは世界で2番目に産業革命が起きた国だ。19世紀、ベルギーは産業革命により大きく発展した。港町アントワープは、産業革命の恩恵を受け、今ではベルギー最大の人口を持つ都市に発展した。一方で、港が使えなくなったブルージュは、15世紀の街並みを残したまま、ゴーストタウンと化して、死の街と呼ばれるようになった。1892年、ベルギー出身の詩人で作家のジョルジュ・ローデンバックの小説、シトブリュージュが、フランスのフィガロ紙に掲載された。この小説が出版されると、ブルージュの名は多くの人に知れ渡った。中世のままの街並みは、多くの人々の心を引きつけ、ブルージュは観光地として蘇った。運河や港に堆積していた砂は除去され、現在のブルージュの港、ゼーブルージュ港は、アントワープに次いで、ベルギーで2番目に大きな港である。ブルージュの大津波の謎。ここで一つ大きな疑問が残った。12世紀に、ブルージュの町を飲み込んだ大津波。複数の文献より報告されており、間違いなくあったのだろう。ところが、不思議なことに、ブルージュ以外の町に、被害の報告がないのである。12世紀における、ヨーロッパの唯一発生した大地震は、1169年に起きた、イタリア・シチリア地震で、マグニチュードは 6.6 であった。しかし、ブルージュはシチリアからは遠く離れており、この地震による津波が、ベルギーを襲ったのは考えにくい。15km 内陸に、運河ができるほどの溝を残すとなると、東日本大震災に匹敵する、大きな津波であったことは間違いない。800年経った今では、当時の生存者はいないと言われている。ついでに、チャンネル登録をお願いします。